はい、それでは今日もランクルゼミナール始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ランクル300の開発を担当させていただきました横でございます。どうぞよろしくお願いします。実は私入社したちょうど2000年に入社したんですけども、その一番最初の仕事が実はランクル100、これのディファレンシャルって分かりますかね。あれのギアの改良の設計から実は携わりました。なので入社当初からランクルに携わってるという形になります。どうぞよろしくお願いします。はい、まずですね、ちょうど今日70周年迎えますけども、そこから生まれて、BJ からスタートして20、40、ここがまずランドクルーザーとしてずっと直径という形できてますと。でそこから40系から一つ派生をしたといいますか、レジャーの考え方だとか、それこそお客様のその人生の何歳でしょうね、楽しみと豊かにするっていうところの目的ご要望をお聞きしながら作って派生して分かれてきたのがまずステーションワゴン。これ生まれは55系が最初になります。でそこから60、80、100、200、そして今回の300という形につながっていくのが、ステーションワゴン。どちらかというとランクルの中でもどんどん最新の技術を織り込みながらよりランクルを継承しつつ革新していくランクルの道を切り開くっていうような役割を持った車がステーションワゴンになってます。かつ直径の方でいくと40からこの70にモデルチェンジをして、そこから派生をしたのが70プラドですね、当時から。でプラドはそこからずっと90系、120系と続いていって現時点の150系になってますけども、こちらがライトデューティーと言われるくくりになってます。でこれはランドクルーザーの中でもより裾野を広げるというか、気軽にランクルにそれこそ入っていただくっていうかですね、ランクルをより多くのお客様に気軽に使っていただけることも想定しつつ、もちろん性能としてはランクルですのでね、しっかりと持ってるんですけども、そういった位置づけの車がライトデューティーという言い方しています。で直径のその70、現時点の70を、販売いただいてますけども、これがヘビーデューティー、本当にワークホースですとか、それこそオーストラリアだと鉱山の中とかですとか、本当に激しい使い方をしてもやっぱり壊れない信頼性のある意味象徴なんですけども、ここのところがヘビーデューティーという区分けになっております。ですね、もう70年経ってますんで代々違うっていうのが正しいです。例えばステーションワゴン系とそのライトデューティー系、全く違うその開発責任者がいた時代もございます。で現時点ランクルの伝道師と言われるコヤリの方がライトデューティーもヘビーデューティーも、そしてステーションワゴンも全て一括して管轄するっていう時期もございました。でその中のステーションワゴンだけ今回私が担当したという形になってございます。難しいですけど、商品を変えるからライトデューティーだヘビーデューティーだではないと思ってるんですね。やっぱり根底にあるのはお客様がどういうふうに使っていただけるものなのか、ここによって適したモデルがどれなのかっていう考え方だと思っています。そのランクル基準とかにこういった言葉もありますけども、それは全て共通として考えていて、よりその冒頭にお話をした使われ方、ここに適した装備であったりとか初見であったりとか、そこら辺を各々3モデルに織り込んでいくっていうのが現在の考え方かなというふうに思います。はい、本日のゼミナールはこれで終わりです。これからもよろしくお願いします。